Доброе утро. Мы проснулись в городе Дубки, в Дагестане, и хотим показать, где мы спали. Квартира советская, старенькая, ремонт. В России говорят, ремонт бабушки. Ну что, покажи, что тебя удивило. はい、まずここが玄関です。はい。そして玄関入ると目の前に一つ部屋があります。これが寝室です。はい、ベッドが2つと棚とアイロン台とこっちにも棚があります。ボロボロの棚。ボロボロの、もう剥がれちゃって。はい、ここが寝室です。そして次はダン。なぜか部屋の入り口にカーテンがあるって。はい、ここが寝室兼リビングルームです。ちょっとこの部屋不思議なのが、なんか床が、ここ床がフラットじゃないんですよ。なんかボコボコして、絨毯で隠れてて見えないんですけど、ちょっと立った時はびっくりしました。はい。カーテン綺麗。はい。で、ここにもベッドとテレビがあります。はい。結構広めの部屋ですね。はい。次の部屋に行きます。はい。ここはトイレです。トイレは普通のトイレ。で、ちょっとお風呂、ここも古いお風呂で洗面台はないです。多分ここで水をこっちで汲んで、ここで顔を洗うんだと思います。で、ここがお風呂です。これ、ロシアの古い家、マンションとかあるあるなんですけど、このペンキかな？塗った後のこのザラザラ感。古い建物は結構こういうのが多いですね。この上とか見ても、ロシアの古い家あるあるだと思います。はい、じゃあ次がキッチンです。キッチンもそんなに広くはないけど、使いやすいキッチンだと思います。食器棚が上にあって、ちょっと待って、苦しいんだ。食器棚が上にあって、冷蔵庫、電子レンジ、ケトル。はい、ここがキッチンです。冷蔵庫も、シャープのがあります。シャープだけど、これ結構古いと思います。これ冷蔵庫開けると、このプラスチック部分がもう色変わってるので、はい。そして最後、ここは、本来はベランダ、バルコニーになる部分なんですけど、ここはなんか改良して、ご飯食べれる場所にしてるみたいです。で、ロシアの古いマンションは、バルコニーの使い方が本当に家庭によって全然違います。はい。で、奥に、ソファーがあって、で、こっちはさっき見た、リビングルーム、テレビがあった部屋につながってます。つながってはないです。窓だけ。はい。で、ここで食事をするという感じです。で、バルコニーなので洗濯物は多分あそこに干してる。で、これもロシアあるあるなんですけど、ペンキ塗った後、この白いのが、こんな感じです。はみ出てる。Почему так? Сами делают, когда и не умеют.
Ну, даже сами, по-моему, можно жить. Можно. Ну, я такое часто встречал, не знаю почему. Ну, да, я тоже много раз видел такой. Хай. Советуの窓って感じ。Мы с мамой, когда делали ремонт, то мы уже... У нас такого не было. Ага. Вот, а вот кто делал, это, видимо, еще до того, этого ремонта, это старше меня. Да, Поэтому наверное. я не знаю, что там люди делали. そう、ここも私ちょっと不思議だなと思ったんですけど、多分ここで貼ってたこのフィルムがなくなっちゃったんだと思います。なんでここはフィルムないんですけど、こっちはフィルムある。Или просто ты в одну сторону двигаешь, и у тебя вот такой вот рогаличек получается. Если надо смотреть, кто вот на кухне. Да. はい。でも、まあ、こんな感じ。だけど、まあまあ、暮らしやすくて、ていうかこんな感じ。暮らしやすくて結構、このマンション自体は広いと思います。でもまあ、いろんなところでちょっと気になる場所はありますね。Покажи, где выключатель в спальне с розеткой. Покажи выключатель с розеткой. ああ、そう。あとちょっと不思議なのが、電気のスイッチの場所。まず、この外側、さっきお見せした寝る部屋なんですけど、電気つけるところはまず外側にはないんですよ。で、中に入って、じゃあ電気どこにあるんだろう、スイッチどこにあるんだろうって思った時に、ここに入ってすぐないんですよね。じゃあ扉の裏かな？ないんですよ。昨日私たちもスイッチ探したんですけど、パッカジ？はい。部屋の真ん中にスイッチがあります。しかもベッドの上。まあ寝るときは多分電気消すのが楽かもしれないんですけど、なんか部屋に入ってから部屋の真ん中、ほぼ真ん中まで行かないとスイッチがないです。Интересно, no, не только здесь. はい。で、まあ、このスイッチはトイレとお風呂のスイッチがここにあります。はい。こんな感じです。あ、この廊下のこの電気は、まあ、普通だったら玄関入って一番最初に夜電気つけたいですよね。でも、まあ、一番近くにあるのがトイレとお風呂の電気で、この廊下の電気は、ここにあります。А я думала, это там. Нет. А, это сюда? Да. Но поэтому это странно, потому что ночью туда? Пришел? Да. Никак, да? Здесь нет. Самый близко туалет. Да. はい。Ну и нет розеток. Угу. Практически. В кухне есть одна или две, по-моему. В спальне одна. И там тоже одна. Угу. И еще интересно, в России квартира, каждая квартира все разное. Да, ну, да. そう、全部の部屋が違いますね、中の。そのマンションを買った時に壁とかも全部自分たちでやっているので、なのでその一室の中の作りとかが全部違ったりします。でもまあトイレとかキッチンの場所は固定というか同じだったりもするんですけど、でも本当にそれぞれ違う。壁紙とかも全く違います。はい。Спасибо. Поехали кушать. Да. 私たちが泊まった建物はここです。2000ルーブル、一晩2000ルーブルでした。バルコニーの壁の色が各部屋で違います。А это мечеть? Это мечеть. Что-то необычное здание. Асаご飯を食べに来ました。山の上で
ちょっと夜雨が降って霧が出てます。Доброе утро. Как у вас тепло и хорошо. Чудо. Интересно. Мы вчера с тобой едим с творогом. А это вообще другое. Вкусно. Какое мясо? Говядина? Немножко. Да? Ну, это вкус как у нас говядина. Настоящая говядина. Очень вкусно. Настоящая? А я думала, не настоящая. Тентакль. На вид продаются тогда. Все одинаковые.旅のやつです。道中で売っている人がいたので買いました。そうワイルドって見える。カザフスタン。Это какой размер ноги? Так, размер какой? 39 у нее. Пожалуйста. Это кому было жалко 100 рублей. Давай, ты держись. Сегодня плюс 28 градусов. А почему по-русски я говорю? 今日は気温がなんと28度です。数日前は1度で雪が降っていたんですが、とても暖かくなりました。コーカカス山脈って一言で言っても本当に大きい山脈なので、場所によって天候も気温も、あとは生えている植物とか木も全然違います。おたこえラズメのвещь можно палать. Да. 可愛いドベルが山の上にだけ、頂上にだけ木があります。
気持ちいい。虹ができてます。風が少し強いです。水しぶきがすごい飛んできます。ここはちょうどダムの上です。下がダムになって水が出てきます。反対側はこんな感じです。Ты ковер хочешь? Да я бы купил, но я не хочу турецкий ковер. А, Я хочу дагестанский. такой перебирать. Тоге тоге. Тогеがついてます。Ну, прям к нему забор построили. Чуть-чуть ошиблись. Вырезали забор. На царском. Тоже вход? Или это выход? Чего хочешь? Какие классные ролики. Побитые все. Ва, высоко. Ну что же, все. Как? Так? Опять кучей? А, видно. Быстро. Давай соберем. Мы начали чай. Маричик Вова. Сразу легче так стало. Нормально. Да. Пельмень. Да. Почти приехали в Дербент, спустились с гор. Я устал. Вкусный, Ура! сочный, хороший. はい、私たちは、ダギスタン共和国のデルベットという町に来ました。イエーイだ。イエーイ。はい、ここは、この町から40キロぐらい南に行くともうアゼルバイジャンです。なのでロシアの中で本当に南の南で、カスピ海に面している町です。で、今もう夜の11時でホテルに着いたところなんですけど、部屋の中を少しお見せしようと思います。で、今回の旅行、私たちは毎日2000ルーブルぐらいのホテルに泊まっていて、1日だけちょっと贅沢なホテルに泊まったんですけど、今日のホテルは今日と明日と2泊する予定なので、少しいいところ、はい、今日泊まるところは2泊で1万1000ルーブルです。2人合わせて。で、朝ごはんが着く予定です。なので今回のこの長い旅行の中では2番目にいいホテルになります。じゃあ、コンパクトな小さい部屋なんですけど、その部屋の中をお見せしたいと思います。
あ、まずこれнациональный. はい、絨毯です。Это как Дагестан? Да, их рисунок. はい、そう、ダゲスタンは結構絨毯が有名で、いろんなところにこの絨毯が今日もいくつか売ってるとこ見たんですけど、このホテルの部屋にも絨毯があります。はい、でこっちが部屋です。ここにも絨毯があって、ベッドがあって、部屋はもう本当にワンルームなのでこんな感じです。あ、そう、テレビがあって、棚があって、冷蔵庫が床に直置きされてます。はい、でこっちがシャワーとトイレ、洗面台があります。昨日はソビエトの古いアパートに泊まったので、ちょっと今日の方がもちろん好きです。はい. Надо сказать сегодня, нет, мы были в другой комнате. はい、今動画撮ってるんですけど、私たち実は最初に違う部屋に案内されましたね。ここが1階で2階の部屋だったんですけど、2階の部屋に着いてちょっと荷物を置いて荷物片付けてた時に、レセプションの人が来て「部屋間違ってたからあなたたちの部屋は1階よ」って言われて来ました。ちょっとインテリアとこの絨毯の感じとか家具も違う部屋だったんですけど、まあほぼ同じです、内装は。はい。その後にその後この部屋に案内されて、ここがあなたたちの部屋ですよって言われて着きました。でレセプションの人も一緒だったんですけど、レセプションの人が部屋の電気をつけようとしたらつかなかったんですよ。ここもつかない、ここもつかない、トイレも電気が全くつかない状態で、あれおかしいわねってなって、レセプションの人がどっかに電話をかけて5分10分ぐらい待っていて、で結局違うカードをここに差し込んだら電気がつきました。そしてなぜか私はこれちょっとびっくりしたんですけど、タオルがなんか干してたのか今は乾いてるんですけど、はい、こんな部屋でした。じゃあ今日はもう遅いので寝ます。